ざよいざ、我々がこの先滅びゆくのは一体のこの世界を分かたれと見誤ったことにあるのだ。他人や他国、他民族、他の者など殺してよい、倒してもいい、苦しめてもよい、支配してもよい、奪ってもよい。勝負だ、強い者が勝つのだと愚かなことを信じて、この世界を競争世界と見誤って万物の一体性に気づけなくなったことに全ての要因があり、そのために滅びるに至ったに他ならない。一体の万物、エデンを皆で出てしまったからなのだ。そのために他と見えるものを滅ぼしたり支配したりしては決してならない。他を尊び支え思いやるのだ。そのような国を救ってくれ。加藤、偉くなろう。強いといううぬぼれや過信を捨てよ。よいな、いざ邁進はエデンを出ることぞ。一体のエデン、忘るエデンを大切にするのだ。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、いろいろお聞きしたいことがありまして、実際映画の中でも非常にそういう言葉がいっぱいこう溢れて、非常に気づきの多い、本当に素敵なアニメーションなんですけれども、ヒーリングアニメーションという。でも本質的な話をもうちょっとこう聞きたいなっていうところもちょっとあったもんですから今日伺わさせていただきます。まずマースさんにお尋ねしますけれども、その世界がこう愛と一体の世界に変わっていくためには一体何が必要なんでしょうか。本来一体だっていう価値観、要はエデンの価値観ですね、聖書の最初の価値観は、元から世界にあったんですよ、だから一体であるっていうとこだけがなくなったんで、ジョブズは心配してリンゴをかじったマークをつけたんですね。でそれは僕にも言ってましたけども、ジョブズは一体であることを忘れたために世界が闇となったと思ってるんですよ。だから分離を推奨するような仕事を我々が
するのは良くないんじゃないかっていうふうに思って日本に来て禅寺とかいろいろところで勉強を彼はしてたんですね。で僕はたまたま一族が家がおふくろ方も親父方もそうなんで、まあ一体であるということがなかったらそれは喧嘩だったり競争だったり比較だったり、せめぎ合いだったりになってしまうのは当然だと思うんですよ。誰も悪くないというか、競争するのは当然だと思うんですよ、一体でないなら。ただこの世界は神が作った一体の世界なんだっていうのが聖書の初めにあるんですよ。でこれは日本に約400万人トラっていうのをここにトラっていう巻物をつけて日本人は来ましたっていうことなんで、本当は日本トラさんって多いんですよ。おばあちゃんもトラさん、男もトラさんでトラさんなんですよ。トラさんっていうことは一体を表現してたと思われます。だからその一体のことが取り戻すことができれば、いや石田さんと僕も一体なんだ、みんな一体なんだ、そこには競争も比較も喧嘩も争いもないんだ、同じ一体物なんだっていうことがわからないと、やはり競争したり喧嘩したりするという、そういうことをヘゼキヤは叫んでたんですね。やっぱりその全てはその別れる別れではなく、やっぱりこう一体であったはずなのに、そもそもがどこからそれを人間が忘れてしまった、それでこういう世界になってしまったっていうのは、やはり所有とかいろいろ隷属とかあるじゃないですか。その分離っていうのはその横の分離もあるけど縦もあって、非常にやっぱり人間がやっぱり人間の上に立って人間を支配するとか、そういうことになっていってしまったのは、これはでもある意味僕らが教わってきたのはそれが自然なんだと、というふうに学校やなんかの教育では今の世界で教わるじゃないですか。そして残念なことに富も等しく分配されるというよりも、みんなで分け合うというよりは、誰かが非常に多く取ったり、そしてその人たちが偉いとか崇められる、尊敬される。であまり持っていない人たちはちょっと下のところに隷属というかね、いわゆる本当に一体であったであろうところを忘れて、どうしてそういうふうになってしまったんです。それも進化なのかなっていうふうに教わってきたんですけど、そこはどうお考えですか。一体であるっていうのは神が作った時に全て一体物、夢だから、自分の夢で作った世界だから、この世界は、だから一体なのは当たり前なんですよ。自分の夢だから、いろんな人が出てきても全部自分の夢なんですね、神側からすれば、っていう聖書にはそう記されているんですよ、本当のね、聖書だから一体なんだけれども、普通に一体じゃないっていうことを前提にすれば、競争世界、上下上下関係、植民地、隣の村に出てって、俺喧嘩強いジャイアンになんですよね、俺喧嘩強いぞって、ちょっとよこせ、これもう世界中の村で起こってたと思うんですよ、俺は喧嘩強いんだぞ、お前よこせよ、ね、で怖いからその代わり守ってやるぞ、じゃあ逆にその弱い側の人も守ってくださるならこの年貢を納めます、守ってくださるならこれは渡しますっていうのは普通にあったと思うんですよ、だから一体でないってことになったら、じゃあいとこにそういうことするかっていうとあんまりしないですね。一体に近いから、カツアゲします？いとこしませんね、普通ね。いとこにカツアゲしないですよね
だからやっぱり一体に近いければカツアゲはしないけれども、他人だってことになって字と立って分かたれると、やはりカツアゲ、植民地、上下、取る、取られる、よこせ、収めろ、その代わり守ってやろうと。だから全ては七人の侍になっていった。しかしその時に本当は一体なんだっていう価値観があれば、いとこにもしないんだから、まあしないでしょう。だからその基本はやっぱりこう愛ですかね。愛というか、まあいとことか兄弟とかね、そういう親戚とかに迷惑かけたくないとかね、やっぱり親戚とかからカツアゲしたくないとか、盗みたくないとか、年貢を取り立てたくないとかね、他人だからできるわけですよね。他人だっていう価値観が僕は闇の元だと思うんですよ。それは聖書にそぐっている。なんでリンゴをかじってるかってリンゴ一体ですよね。一体物をかじっちゃうとそこから喧嘩や争いが出てくるよっていう。字と他をやっぱり分けてしまうものっていうのはどういう意識であったりして、それを自我意識、自我、エゴですよね。自分という意識。そのでも近代哲学以降ではその自我を発達させろとかそういうことを言うけど、自我は本来は発達させるものじゃなくて育てるものでもなく、縮小させるべきものなんなしに。だから無我とか無我ですね。ブッダとかイエスとかみんな精神世界は私がないっていう方向に勉強するんですね、みんな。そうですよね。みんな、和尚もそうですよね。そうですね。みんな石田さんはだから僕は選んだっていうか、和尚のお弟子さんだから立派な方だってもう分かりますよね、誰のお弟子かで。要は一体である無我であるっていうことを大事にしている人がやっぱり僕は重要だと思いますね。それが正しいとか正しくないとかじゃなくて、それをやんなければやっぱり自我化して喧嘩になったり、だんだん競争になったり争いになっていくのは必然で、誰が悪いっていうわけじゃなく、やむなく、だから抱きまいらせるって言葉があるじゃないですか、それ以外抱きまいらすことはできないと思いますよ。だから一体だっていうことで許す、一体だを知らなかったっていうことで許さないと、みんな一体だっていうことを知らなかったから喧嘩した、戦った、戦争した。一体だって知ってたらしないんですもん。いとことしないんで、いとこと戦争してる人ってあんまりいないでしょ。そうですね。でもその自我が強大になりすぎた、強くなりすぎた。そしてそれを教育とかいろいろな哲学でも奨励して自我を育てなさいと。そっちがそもそも自分の中ではあまり合点がいかなかったんですね。苦しかったです。それで、バグワン・シュリー・ラジネシ和尚の考え方で、彼だけの考え方ではないと思うんですが、そういう、東洋というかインドとかそういう思想とか精神世界とかいうのは自我をとりあえずもう捨てなさいと、そっちの方向で。だからそれが自然で、要は神が作った世界に戻るためにはそれが大事だから。そうですよね。だってこういう考え方も仏教でも他にもあるんですけど、草木国土疾海成仏って言って、草木、生きてるもの、生きとし生けるもの、自分たち人間だけじゃなくて、人間世界でもあれだけど、草や木や生きとし生けるもの、それから国土っていうともう岩や土や大地や、そういう一応今生きてるとはなかなか判断しかねるようなこの者たちにも全部物証があるんですよ。意識がね。意識があると、いわゆる物証が宿ってるとか、そういうふうな言い方もあるんですけど、僕らはそっちの方に行ったから物もことも大事にするし、人ももちろんそうなんだけれども、
利己的、自分よりも利他的というか、まあ同じですよね。一体なわけだから、そういうふうにちょっと変えてみたら非常に合点がいったっていうのと苦しくないわけです。いや、石田さんが今ご成功されてるのも全部そのためですよ。やっぱりサニアスでもやっぱりエゴのまだ強い方もおられるし、分離が激しい方もおられるけど、石田さんは最近特にヘゼキヤをおやりになってからもすごいお商的な方向へ行ってるから、やっぱり焼肉屋も列ができる、本当に大成功されて次の店僕このまま石田さんが地位も名誉も見栄も権力も権威もいらないっていう子どもたちのためにってやってたらどんどん成功されると思いますよ。だからもう素晴らしく良くなっていくと思いますよ。それはなぜかというと神から愛されるからですよ。神が作った世界に合ってるから。だから石田さんを愛する可愛がる神が天がで、その役に世界中50億人の人が石田さんのあれ見たんですよ。僕は自分が出ないで石田さんが出てもらったんだもん。あれで世界中の人が間違ってたな、要は今まで自我だったエゴだった人たちまでやっぱり違ってたな、これはやっぱりヘゼキヤが言うみたいにそれこそがセムの考えであり、それこそがダビデの考えだな、ね、それみんながそう思ったの。世界中の50億人がそれいろんな宗教関係なく、もうやめないと一体に戻んないとって思ったから、すごい役に立った神から見て万物から見て石田さんがものすごい役に立ってくださった。だからもう焼肉店なんか何万件だってプレゼントしようっていう考え方思いでいらっしゃられると思いますよ。いやでもその中で今世界も混沌として、そしてまだ掴み合いの喧嘩、領土の取り合いね、攻め込んだ守る、殺し合いになって本当にやっぱり大変じゃないですか。日本だって80年前っていうとすごく昔に感じるけれども、もうちょっと前ですよ。で日本の中でもあったかもしれないけども、アジアの他の地域のところにね、やっぱり侵攻していったとか、それは理由とかは大体、似てるんですけれども、だから植民地っていう、ジャイアンという考え方でそうなるのは一体だって知らなかったからであって、彼らが悪い人なんじゃなくて、みんな気づけば変わるんですよ。神の子に戻るんですよ。一体だって気づけばみんな戻るんですよ。一体だって誰も教えてくれなかった、誰も言ってくれなかった。誰が教えたか知ってます？ヘゼキヤですよ。だって50億人が見たんですよ、あれを。だから石田さんが世界に教えたんですよ。本当は一体なんだよって、お前らそれじゃあね、専務じゃないだろう、それじゃあ先民じゃないだろうって泣きながら言ってたじゃないですか。あれを誰も教えてくれなかったんですよ。だから世界中の宗教の人がなんで宗教で戦わなきゃいけないんだって、みんな愛したいんだよ、みんなね、愛しいんだよ、みんな本当は一体なんだよ、愛したかったんだよ、隣国を大切にしたかったんだよっていう思いでいっぱいになってんですよ今。これからどんどん変わりますよ。その中で日本の役割っていうのはどういうのをお考えですか？このストーリーでも石田さんの役割で焼肉がもう何百点にもなっちゃうぐらい石田さんが成功するのをみんなが見て、やっぱりヘゼキヤになんないとダメだなって経営者もみんな思う、地位や名誉や権威を追っかけてそういうね、植民地の人間になっちゃダメだ。子供たちのためにね、愛を持ってやってる石田さんを見てね、なんであの人成功するの、あれヘゼキヤになったからじゃないのってなるのが僕の理想ですね。石田さんにやっていただいた。だから石田さんこれからどんどん伸びていられるけど、石田さんが過信したりうぬぼいたり地位や名誉を求めるようになったら、権威を求めるようになったら、支配するようになったらダメになるでしょうね。天が味方しないから
それだけ気をつけておられればもう大成功なされられると思いますよ。やっぱりそういうその大きな力と呼応し合うっていうか、はい、やっぱり声をいつも聞いてないとダメですね。っていうかもう元からサニアス高でも優等生の石田さんに戻っていただいて、はい、それで人をやっつけたり今こういうやつが悪いんだとかこういう社会が悪いんだ喧嘩するのは悪いんだやっつけるそういうふうにやっつける人になるんじゃなくて愛しいものを知らなかったんだね。ヘゼキヤはこう言ってる。要はユダヤの根本っていうのはアブラムですからね、はい、アブラムがそう言ってるんだから、ね、みんなイエスがそう言ってるのと一緒イザヤがそう言ってるのと一緒もうブッダがそう言ってるのと一緒イエスはブッダの弟子でしたからね一茶だからみんなそういうね思いで、いるんですよ。それを石田さんが言ったことで世界に広がっちゃったんです。僕はあんなふうに広がると思ってなかったんですよ。すごい数になっちゃったんですよ。だから宗教同士も愛し合う、ね、団体同士も愛し合う団体同士で戦わないもう家族同士みんなねいとこ同士みんなが愛し合ってうちのいとこ僕に愛されて石田さんのお店行ったんじゃないですか。ね、ありがとうございます。なんかねみんなね石田さんと会うとね愛を取り戻せる一体をもう地位や名誉や権威じゃないんだって支配じゃないんだって石田さんのお話聞きたいんだっていうお店にしていただけたらね僕はそれで世界が変わると思いますよ。みんな求めてるんですよ。だって50億人からのすごい数のメッセージが来たんですようちに、結構来てるみたいですね。すごいですよ。いろんな遠くのそれがねそう支配されてた人たちだけじゃないんです。してた人が間違ってた。ちょっと見ましたよね南アフリカの支配者の方がの文章、いや本当にマースさんのおかげでね気づけたって自分は支配で終わらないって愛のものになって帰るってどこにって言ったらそれはね神のもとに愛で、そんだけのご貢献をなさった石田さんには何が帰るのか僕は楽しみに大成功なさるんだろうなって今は思ってます。ただ気をつけなきゃいけないのは神様に好かれるように天から好かれるように万物から好かれるようにしていただきたい、なんかね石田さんから見てね地位や名誉や権威の人要はそういう支配の人ジャイアンをね痛めつけないでいただきたい。非難なさらないで彼らだって寂しかった辛かった彼らだって愛しかったみんな、それを教えてもらえてなかったっていうことを教えてほしいんですよ、石田さんに。彼らだって本当は愛で生きたかったんだよ愛しさで生きたかったんだよ仲間を大事にしたかったんだよって、石田さんから言われてね美味しい食事を食べてねすっきりしたいっていうね僕はそう思いますけど、で石田さんにはもう天下ですよね。もうそれができればもうヘゼキヤになったアブラムになったってことですよ、イザヤになったもうでねアブラムの地域あるでしょ中東の、今いろいろと問題になってるじゃないですか。本当かわいそう。でもねエリアこそね要は日本のね縄文人が逃げていった7000年前の大破壊があったんですよ。爆発っていうかスーパーボルケーノ屋久島の横で、それで全部逃げていったんですよ船で。それであそこに行ってるんですよ。だからあそこからの人っていうのは縄文人なんですよ。だから縄文のお墓って丸いんですよ。イザヤさんたちの時はこういうひょうたん型なんですよ。
だからもうそれが何万とあるんですよ、あっちの方に。だからあれは日本人なんですよ。だから日本人なのにそういうまずいこと、勝ち負け、競争、支配、隷属、戦い、人のふるさとを奪ったり、そういうことをしたから罰が当たったんですよ。それをヘゼキヤさんは叫んでる。だからそれは先民じゃないだろうって、それじゃセムじゃないだろうって、それじゃユダ族じゃないだろうって言ってるんですよ。もともと日本から行ったとかでももともと一体なもんですから、それ帰ってきた、帰ってきて、それ帰れっていうヘゼキヤの命で、はい、今回の例えばエデンへの帰還とかいうところで、僕はそう思ってる。僕はね、はい、みんなそう思わなくていいんですよ。ただそれが一番正義とか、愛につながるなって思ってます。みんながね抱きまえる、みんながね愛へ帰れる、戦ってた人たちもねそれを教えてくれて、石田さんヘゼキヤが教えてくれたことでね、はい、愛へ戻れるって、実際に古来からその日本のいろんな例えば仏閣とか、お寺とかそういうところにやはり例えばユダ族からのそのいろんな言葉とか紋章ですね、すごく共通していることが多いっていうのはすごく言われてきたことなんですけれども、はい、だからユダと日本人とかそこはまたもう本当にこう混じり合って一体となってるではないかと。そうですね、僕らはそういうふうに考えてきたんですけど、日本人は元がねユダ族の元は結局あれですからね、そういう人たちなんで元からが日本の古来からそういう一体の神の作った一体の世界ということを重んじた人たちだから、一神教じゃないなんていう人いるけど、そうじゃなくてその神は一人ですからね、一人が夢を見て作った世界だって。でそれが全てのものがだから神が作ったものなんで一体なんだ、神のものだからそこへ帰るんだ、永遠の命に帰るんだっていう考え方が日本なんですよ。だからそれがね縄文の価値観、大事にするみんなを愛する愛しむ、それがスーパーボルケーノでバラバラになって世界中に散ったんでね、その価値観が世界に行ってるんだけど、でそれがねまだ隠されてきましたからね、いろんな権力のある方たちのね都合もあったでしょうね。そうですね。でもその方たち知らないんでしょ、そのことを、一体だってことをね。知ったらね愛に戻りますよ。みんなね愛でできてる子供なんですよ。神が作った神の子なんですよ。だからみんな戻る。でそれには石田さんがヘゼキヤになってね伝えてくれたことはものすごく大きいんですよ。あれは僕が言ってもダメなんですよ。あれ石田さんが言ったからねよかったね本当に世界中の人がね反応してくれてね、ものすごい数のメッセージいただいてますからね今も。僕は一度ですねやっぱりこう普通善悪っていうといいものと悪いものっていうふうに思いがちだけれども、実は善も悪もないっていうシェイクスピアの言葉があるんですよ、ハムレットの中で、Nothing is good or bad, only thinking。 そう善だ悪だって思い込む気持ちが善と悪を作ってる。だから一体だって知らない人は悪になるんですよ、しょうがないんですよ。ジャイアンになっちゃうんですよ、カツアゲしちゃうんですよ。一体だと知ってる人はカツアゲしないんですよ、それだけのこと。それで時代もあるかもしれない。あと地政学的、例えば今だったらアメリカで善かもしれないけれども、例えばですよイラクではイランでは悪かもしれない。その反対もあるわけじゃないですか。イランでは善でアメリカや西洋では それじゃないんですよ石田さん。
それは石田さんいとこのがイランだろうがイラクだろうがいとこのとこは攻め込まないんですよ。そうだから一体だって分かってたら、はい、同じ魂だとか同じ血だって思ってたらいかないんですよ。だからそれを教えるだけでみんな変わるんですよ。そのことが隠されてきたんですよ。いつもそのことを石田さんおっしゃるけど、はい、本当なんですよ。隠されてきただけの問題なんですよ。はい、巧妙に隠されてきたのか、それとも例えばですよ。いや巧妙じゃなくて神様が一体で作った夢だなんてみんな知らないですよ。要は誰もエデンのことを知らない、エデンの本当の秘密たまたまねジョブズは知ってたけど、そんな人ね経済界に一人もいないですよ。芸能界に一人もいない。一体だって知ってる人は。知ってたらもっと幸せになってますよ。みんな幸せになってる。一体だって知ってたら、石田さんもこれから一体だっていうことだけを大事にしてたらものすごい成功なさりますよ。それは隠されてきただけです。だからたまに思うんですけど、だから隠されてきた、誰が隠してきたのか。だから権力者なのか、いや知らなかったんです。知らなかった。でも例えば聖書なんかでも本来書いてあったことも、例えば誰かとは言いません、こう削除されていたり都合がいいようになって、それは後からですよね。はい、だから権力地位や名誉や権力が欲しいというなった人たちが都合が悪かったんです。はい、一番最初は一体だっていうことが伝わられていました。それは日本のトラを調べると出てきます。聖書って日本が作った、いやセム族が作ったんですよ。石田さんのそこ血が入ってるんですよ。今まだ石田さんは権力者が悪いやつだって悪いやつがいたんだって思ってるけど、知らなかっただけなんですよ。ああ、なるほど。間もなくそこにお気づきになられて大成功なさいますよ。もし大成功しないで石田さんまたお店も失敗して全部ダメになったって言ったら気づかれなかったんですよ。確かに。はい。でも日本の役割っていうのはどういうふうにお考えですか。ヘゼキヤってあれ日本人なんですよ。まあそんなことたわごとですよ。でこんなこと言っちゃ本当はいけないんだけど、日本人ヘゼキヤだってイザヤだってもうみんな元縄文人だから、もうアブラハムだってみんなイサクだって、でそれがみんな一体だ、神が作った世界だこの世界はって知ってた。神様の夢だって知ってた。だからみんなが兄弟だっていうか夢の中の敵同士ってことですよ。夢の中にも敵が出てくるでしょ。そういうだけど一体物なんですよ。神様が作った夢だから。それが分かってくると一体物同士戦う愚かさっていうのが見えてくるんです。そこに至らないと戦いは終わりません。石田さんの中からも。それがいろんなメッセージ、家族へのメッセージやいろんなメッセージで石田さんにも起こってくることでしょう。はい、石田さんお悩みになられるけど一体だって分かっちゃえばもう終わりです。他に学ぶことはないんです。宗教も宗教戦争もなくなります。一体だって分かればみんな神の一部、神が作ったもの、それで終わりです。学ぶ必要があるものはないです。一体だって分かっちゃえば終わり、はい、ヘゼキヤだけで十分。それを泣きながら石田さんが言ってくださったことを天は感謝していると僕は思います。多分英雄でしょうね、今神にとって。世界の今石田さん世界中の人にとってそうですよ。この大俳優が、日本の大俳優が彼ら分かんないからイエスだと思うかもしれない、アラーだと思うかもしれない。もうみんな誰だか分かんないんですよ。石田さんが日本の俳優なのかな。
大変な偉大なことをやってくれたってみんな感謝が来てます。この人はイエスだとかアラーだとか僕らに教えてくれた大事なこと一体なんだって知らなかったってだから他の宗教と戦っちゃったって他の民族と戦っちゃった他の人々とね他の人々をカツアゲしに行っちゃったって学校でカツアゲしちゃったって一体だって知らなかったからそれを教えてくれたこのヘゼキヤがヘゼキヤって石田さんじゃないですか。だから俳優としてじゃなくて石田さんとしてそれをやり遂げたすごいことじゃないですか僕はそれを尊敬します。だからこれからいいこといっぱい起きるんじゃないか石田さんお店大成功なさると思いますよ。まあとにかくでも昔からちょっと思ってたことがあって宗教って例えばですけどじゃあエルサレムの丘に同じところにねキリスト教がありユダヤ教がありそしてイスラム教がありあれは一体何なんだろう。一体だと知らない者同士の団体組織、はい、宗教団体、はい、なだけです、はい、一体だとしたらやめます。でもそこ同じところにあるんですもん。いやだから一体だと知らないから、はい、でも逆にそれが共存してるっていうのが一つの教示なのかな。いやいやそれは石田さんがそこに行ってお前ら一体なんだよ仲間なんだって言ったらみんなやめます。一体だと知らないだけ。その残念な期間が結構長く続いてそしてね我々が一番、経験してきた中で一番恐ろしい核戦争とかねそんなところまで行きそうな今そういう脅しみたいなのも飛び交ってるわけじゃないですか。一体だと知らないから、はい、すごい悲しいですよね。一体だと知らないから一体だと知ったら悲しさじゃなくて喜び。みんな団体やめますよ。組織やめます。グループやめる。そこで地位や名誉を求めて競争するのやめる。勝とうとするのやめる。偉くなろうとするのやめる。みんながやめる。団体やめる。したらああいうのなくなります。ジョン・レノンの世界じゃないですけれども世界が一つになる。あれが本当のこと。石田さんがご存命の間にそれが見れるかどうかそこが問題です。石田さんは、はい、で僕らはそれを見たいと思います。絶対に来るから。一体だと知らなかっただけで悪い人は一人もいないから。一体だと知らなかっただけで悪い人なんていないからこの世界に。一体だとならなかった教えてもらえなかったカルマって呼ぶのが一体じゃないから競争だから喧嘩だから分離だから分かたりだからそれがカルマだから。お父さんお母さんおじいちゃんがみんな競争を教えたから。だからみんなねそれを学校でジャイアンになったんですよ。カツアゲしに行ったんですよ。でもいとこからカツアゲしないんですよ石田さんだって。でそういうカツアゲする友達と付き合っちゃダメですよ。でそういう人にそれお前違うぞって言って教えてやらないと力があるからって喧嘩が強いからって付き合っちゃダメですよ。業の深さっていうのをまた言っていや業の深さも何も業の深さってそれ言い換えて石田さん一体じゃないって信じる心がすごい強い人を業のある人って言ってくださいよ。はい。そこをどういうふうに接するというかだって例えばですよこのアニメーションの中でも戦わない誇りっていう言葉が一番好きなんです。不戦の誓いみたいなもんですよね。戦わない勇気これが今
それは一体だと知っている人の気づきで、僕はねたまたま親が東京地検っていうか法務省でね、法務総合研究所でね何を研究してたかって、衆人回帰、ね、喧嘩争いをなくす、そういう民をね守りたいっていうとこから、それは一体だと知ればいいっていう法務省の考えですよ。一体だとならなかった子供は喧嘩や競争やジャイアンに走る、苦しむ、辛い。石田さん、そこを切り替えて一体だっていうふうに言い換えてくださいよ。はい。いやいいよ。そしたら石田さんが大好きな戦わない誇りが出てくるのは当然ですよ。はい。でも相手が取りに来た、あるいは一体だと教えてあげればいいです。はい。まあそれでもう殺されてもしょうがないという。殺しはしないです。一体だって分かれば。一体だと分かんないから殺しに来るんで。まあはい。一体だって分かった世界を作られればいいんですよ、ヘゼキヤは。一体だとみんなが分かる世界をヘゼキヤさんが作る、石田さんが作るんですよ。変な選挙出たり、変なんで戦ったり、競争したり、権威を奪い合ったり取り合ったり、どっちが強いか、喧嘩強いか、どっちが権威が強いか、権力が強いかじゃないんですよ。一体だっていうことを教えればいいだけですよ。一体だということを教えて、教える人になればいいだけですよ。和尚のように一体だということを。それでもサニヤ心で一体だって知らない人いっぱいいるじゃないですか。もっと言わなきゃいけなかったんでしょう、和尚は。一体だって。それが答えですね。はい。日本がというよりも、それがもちろん現在は国があったり、あとそれは後からできたね、部族とか、まあ部族はあったかもしれないけれども、国とか国境とかそういうのが、それから同盟国とか敵国とか競争がね、はい、権力が、はい、もう全てまず自分たちが宣言するところから始めた方がいいですかね。そうです。ヘゼキヤにみんながなればいい。その見本が石田さんなんですよ。いやもう、まあ、ヘゼキヤですけど、でも本当にそれの方が選挙なんかやるよりもよっぽど世界が変わりますから。はい、そうですね。戦っちゃダメですよ。戦わない誇りを持ってください、石田さん。人を責めない、戦わない。ただ教えればいい。一体なんだよ。僕ら家族なんだ、一体なんだって。それを伝えるだけでいい。どんな宗教も作らない。団体も作らない。何もやらない。会社も何も、そういう一体を壊すようなことは言わない。ヘゼキヤですよ、答えは。ヘゼキヤは滅びてやっと気づいたんですよ。その演技がヘゼキヤの演技、石田さんのセリフなんです。泣きながら「そうだろ」って言ってたよ。そうだろって。セムは戦わない誇りを持つだろうって。だから先民だろうって。そうですよ。戦わない誇りを持ってるからセムなんですよ。だからアブラハムなんですよ。そこから救世主が生まれるんですよ。救世主っていうのは戦わない誇りを伝える人ですよ。喧嘩で勝つ人じゃない、強くなる人じゃない、喧嘩が偉いとかすごいとか権力が強い人じゃないんですよ。それ取って変わってもしょうがないでしょ。石田さんが選挙で勝って何かで勝って偉い人になって権力持ったって全然ダメ。同じ今までの権力の人と。そういうのがみんなで嫌にならないと。でそういう世界は間もなく来ると。はい、来ます、はい、石田さんのせいで50億人ですよ。今もどんどん広がってんですよ。すごいです、ね。その人たちの言葉
本当に一番知りたかったことだって、一番自分らが習ってなかったことだ、聖書では知らなかったことだ、聖書で分かんなかったことだ。ジョブズはたまたま分かってた。だってそういう神父系の仕事をお父さんがしてたから。僕のところはそういうホーム総合研究所の研究員で犯罪心理学やってたから。勝っちゃダメ、権力持とうとしちゃダメ、偉くなろうとするな、すごくなろうとするな、強くなろうとするな、ちっちゃく生きろ、素朴に生きろ。おばあちゃんは婚約を断るために顔にあざをつけたらいいんじゃないかっていうようなおばあちゃん、麻布小町で美人で。勝っちゃダメなんですよ。良くなっちゃダメなんですよ。偉くなっちゃダメなんですよ。だから石田さん成功してるんですよ今。昔と違うんですよ。焼肉焼いてみんなのものをこうやってやってあげる、その美しさ、そのちっちゃいものを愛する、その石田さんをみんな感動して、分かる人は分かる、分かんない人はどうでもいいんですよ。石田さんがちっちゃくなって焼肉焼いてあげてる姿を見て、みんな「はあ、地位や名誉じゃないな、権力じゃないな」って。それは立派な人ですよ。子供たちのために頑張ってる。これからすごくなりますよ。その上ヘゼキヤが世界に50億人いってんですよ。なんかご本人が分かってないみたいでちょっとあれだけど、もういい加減、もうダメ、もうヘゼキヤ、石田さん、わかりました。はい、もう一体だって知らなかっただけだって言ってくださいよ。皆が闇になったのは一体だって誰も知らなかった、騙されてきたからだ、それだけのせいだって。一体だって分かったらみんな本当はいい人だ、一体だって分かったら本当はみんな善人だ、みんな愛だ、そう言ってくださいよ。ヘゼキヤなんだから。それこそセムの価値観、聖書の価値観だって。ジョブズはそう言ってましたよ。僕にそれを託したから僕は今それやってる。僕は副社長でしたから、アップルジャパンの。じゃあ世界がこれから変わって、そしてとにかく良くなるためには、人類がお幸せに生きるためには、その一体だという、もうそこに尽きる。それだけ騙されてただけだから。競争だ、喧嘩だ、争いだ、地位や名誉だ、戦いだ、権力だって。だから隣の村に攻めていったんだもん。それがヘゼキヤの言葉です。それに気づいた男の叫びです。この世界が一体なる神の夢ゆえに、勝っても滅びるといったことを必ず起こすであろう。しかし我が民がそのことに深く気づけず、その勝ち負けで、負けた悲しみで、真の虎を捨て勝つ人になるため、愛より争いを好むものとなってしまったらどうする。我がセムの民は神の民であるゆえに、一体なる愛の法則を守り抜いて強く生きてほしい。そうでなければ争い分かたれの民、もう先民ではなくなってしまう。先民とは一体なる愛の民のことだ。そうだろう、いざ。そうではないか。そうだろう。一体だよって。石田さんが一体だって認めないから、いつまでも。認めます。認めてくださいよ。ヘゼキヤなんだから。いや、もちろん。そしたら全部良くなるから、はい、神は石田さんに感謝してるんだから。答えは一体だと。そう。それだけならなかったんですよ、世界中の人が。みんなそうですよ。みんなそう。それびっくりしちゃダメですよ。びっくりしちゃダメ。当たり前ですよ、はい、一体だって知らなかったんだから。知らなかったから向こう側に入っちゃったんだから。
団体に入っちゃったんだから、喧嘩しちゃったんだから、競争して権力つけて、権威がいると思って、権力がいると思って向こう側に行っちゃったんだから、いらないんでしょ権力なんて。愛がだけでいいんですよ。したら神から愛されるんですよ。みんな今それを知ってます。ヘゼキヤのおかげで。ヘゼキヤって誰？あ、いた。ヘゼキヤ。全然石田さん、ヘゼキヤ勉強してないよ。ヘゼキヤの役やったのに。ぴったりなんだよ。芸能界で石田さん以外ヘゼキヤできないんだよ。だから焼肉屋もできるんだよ。あれね、ひざまずいて人の足元であれね、備長炭ああやってあれね、できないんだよ普通の人。地位や名誉やプライドがある人はできないね。それないの。男なんだよ。あれこそね、大和の男なんだよ。ヘゼキヤなんだよ。それこそセムなんだよ。石田さん分かってないよ、自分がどんだけすごい男か。だから神を愛するんだよ。僕できないもんそんなこと。ひざまずいて焼肉焼くなんてできるの石田さんだけだよ。いとこが言ってたよ、感動したって。立派な人だって。そういう地位や名誉はそういうのは恥ずかしい。だって弁護士だから僕のいとこ。恥ずかしかったって石田さんの姿見て。そんだけすごいことをやってんでしょ石田さん。今日はなんか変な説教実況すいませんね。いや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 。大先輩に対して、大スターに対してね、本当に申し訳ないけど、これは僕監督だから許してくださいね。いやもちろんです。いやちょっとずっと考えてきたことが、まあそこはあまり変わってないとは思うんですけれども、ただ相手がもう来てもまさにこっちが滅びる、まあちょうどヘゼキヤ王の立場と似てるかもしれないけれども、でももうこっちがもう死ぬっていう間際だったらどうしたらいいのかなとは個人的には思ってました。ですがやはりそれを救うのは一体性です。一体しか救えないです。どんなに肥大ので考えても無理で終わります。滅びます。でもヘゼキヤはあの後滅びなかったんですよ。逃げ延びたんです。ヘゼキヤが死んだっていう話はないですか。ああいう立派な人だからイザヤも生き残ったし、ヘゼキヤも生き残った。民もたくさん。ただやっぱり民の中に権力を求めたり地位や名誉を求めたり勝つこととかね、そういうことをしなかった人はね、やっぱり愛することをね、やっぱり戦わない誇りを持たなかった人には、それはメッセージとしてね、死が悪いことかどうかは別として来ましたね。メッセージがね、きっとそうだと思います。今日はたわごといっぱい言っちゃってすいませんでした。これたわごとですからね。今日新たわごとですから信じないでくださいね。いやでもこれだけはすっきりしたのは、答えがその素晴らしい世界だ。素晴らしい世界。それが理想だ。神が作ったのは。はい。それは分かりましたけども、今のこの2025年あるいは26年になっていくときにそれが花開きます。はい。見ててください。はい、石田さんも大成功されてお役に立ちます。神の天の。はい。ひざまずいて備長炭いじってますよね。はい。いとこから来ましたけど、焼肉。プライドのなさ、地位や名誉のなさ、地位や名誉がもうへでもない。もう勝ち負けなんてもう全くない。そういう立派な大俳優がそこにいるんです。それがヘゼキヤです。セムの末裔です。アブラムの末裔。立派な人です。それだけ考えてください。他のことは雑念です。
ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、したら子供たちも良くなります。みんな良くなります。お父さんがそこで生きれば。はい。世界中の人よ、石田さんだけじゃないよ。世界中の人が地位や名誉を投げ捨てて、本当に一生懸命やったら事業も成功する。何も成功する。何でも成功する。たわごとですけど。ニューたわごと。でも答えは一体。はい、人類が隠されてきたのは、聖書に隠されてきたのは、たわごとは一体であることです。いいですか。今日はそういうことで。わかりました。はい。どうもありがとうございました。素晴らしい。いろいろありがとうございます。ありがとうございました。目線で見る世界、君の愛を傷つける、人それぞれに悲しみで自我に壊される、愛から生まれた君たちも分かったれ生きる羽となる、すべてはつながったワンメス、愛の世界、すべてが愛の世界、すべてのものは世界中、愛の化身に過ぎないが、悲しいことにそうできない、悲しいことにそうできてない、今まで人は人生を
きな方すべての皆が共に生きて愛の世界となる本当の自分に会いたい傷つく前の誰もがすぐに自我の世界の中で傷つく前の誰もがすぐに会いたい勝ち負け超えた自分に自我の世界で凍りつく前
の本当の君に帰りたい